盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは葉っぱの色が悪い原因、いろいろということでいきたいと思います。パターン別にちょっとこれまたホワイトボードを作ったんですけども、はい、葉が黄色という場合があったり、淡い色、薄いというか淡い色で、葉の途中から赤色みたいな、大まかにこんなパターン別したんですけど、まずこの王道の、葉が黄色というか、これ一番ね原因が多いんですけど、いっぱいあるんですけどだだっといっちゃいます。はい、まずはその水のやりすぎ、用土に対して水のやりすぎというような感じになるんですけども、用土が細かかったりしてねすると排水が悪い分、それに対して水をいっぱいやると、黄色くなりやすい。排水がよく、砂の粒が大きくて、鉢の穴もいっぱいあったりして排水が良かったら、そういう黄色もなりにくいんですけど、水のやりすぎで黄色くなったと。これなんかね本当水のやりすぎる場所にちょっと置いとったんですね。で今3月で春なんですけど、ちょっと緑色が出てきて、それでも、これもっともっと黄色かったです。でこの仲間の木でこれ五葉松なんですが、この子特に緑色が結構早くから戻ってきたというか、これね両方緑色にはなってきた頃なんですけども、こんな感じよりもっと黄色かったんがこの子もそうだったんですよ。それが結構、春の暖かさと肥料ちょっと置いてますけど、そんなんでここまで緑色に戻ると。だから冬の黄色とか、水やりの黄色のね色もちゃんと後で水やり管理ちゃんとして時期が来れば戻るという、五葉松が戻りやすいかもしれないですけど、この辺かな、この辺もこれ赤松なんですが、これも今の話と一緒で水のやりすぎにあたります。一応葉の黄色い部分は。で排水の話もさっきしたんですが、これなんかね鉢の穴がすごく小さくて少ない、この鉢の大きさに対してだから排水が悪いのにちょっと水たくさんやりすぎて黄色っぽくなったと。でこれが水やりに対しての葉の黄色さですね。であといろいろあるんですけども、例えばねこれなんか古葉取りしてないんですが、古葉の部分って結構黄色いんですね。これ中の方ちょっと取ってみますけど、これ中の古葉じゃないの取ったらたったこれだけしか残らないんですけども、これよく見ると結構緑色です。で古葉のとこは黄色っぽいと。だから単に古葉だから黄色っていう場合もあります。これ今葉が黄色のいろんなパターンを説明してるんですけども、あと何がありますかね、ダニにやられても黄色になったりします。でその時の黄色はまばらに黄色になったりとか、葉の黄色の原因、あとはそうですね、植え替えがねもう間近みたいな、こんな子かな、これなんかもう根が詰まって、これちょっと葉黄色いですね。でこれね中がもう指が鉢の穴の中に入るぐらいもう根っこが充満して、そこの網を巻き込んでね、もう根っこだらけになってて、排水も悪かったらその栄養分水分ももうバランスよくいってないかな。それで黄色っぽくなってるとか、あとは冬のね寒さのせいで黄色っぽくなるみたいな、葉の黄色はそんなとこが代表的なとこかなと思います。あとはこの淡い色なんですけども、淡い色と書いてますが、これに関しては原因がだいたい1種類か2種類ぐらい。代表的なところで言うと菌にやられると淡い色になって、かなりの確率で枯れるみたいな感じになります。こ
こういう緑が黄色赤と変色していくんじゃなくて、もう緑色が薄くなっていくみたいな。で菌にやられてそうなったらかなり確率枯れるっていうかなり危険なもんなんですけども、それなんかね防ごうと思ったら、梅雨前と台風シーズン前ぐらいですかね、長雨が続く前に菌の予防みたいな、代表的な薬で言うとキノンドーとか、キノンドーっていう薬があるんですけど、水和銅剤だったかな、銅のなんか薬で、それをやると菌が入ってくるのをこうバリア、ガードしてくれるみたいな、そんな場合もあります。そうやって防いでくださいという。で結構言われるのが、歯の途中から赤色になってるのこれ大丈夫ですかねみたいな感じであるんですけど、これ一番大丈夫なやつなパターンでして、やっぱこうね、ちょっとこういうフルハをねこう丁寧にすればいいんですけど、こういう指を突っ込んでねこういう作業をしてますと、やっぱちょっと歯がポキッと折れる場合があるんですね。これフルハで試しますけど、こう上からいくとポキッと折れるんですね。こうなるとこの折れた先から赤くなります。だから途中まで緑で先が赤いっていうのは大体何かが当たって折れてる場合です。全部が全部これになったらあんま良くはないですけども、これは枯れる原因にはそうそうならないんで、途中から赤いみたいな葉っぱがこれあるかな、これないかな、あればそれはそんなに気にしなくていいかなという感じですね。はい。歯の色の悪さはいろいろありますけど、これ古葉なんかね先の方が黒っぽく焼けたような感じ、これも歯の色が悪いっちゃ悪いですけど、これも古葉なんで全然大丈夫です。これもあるな後から思い出したように言いますけど、これなんか葉っぱを切ったこの先がね焼け焦げたタバコみたいな感じ、これ切ったから先が色が悪いと、これも全然問題ないです。さっきの葉っぱが途中から折れたっていうのと大差ない感じです。結構葉っぱ切られてもね松はそんなに枯れない場合が多いです。問題はもう芯から色が悪いとかね、葉っぱじゃないですけど芽の方が弱ってるみたいな感じがある方が悪いです。はい。黄色ぐらいだったら結構大丈夫な場合があるんで、いろんな例がありますけども、それに合わせた対処をしてもらえば、葉っぱがの状態が悪いぐらいだったらまだまだ枯れない可能性は大なんで、はい、皆さんもそういう感じで対策を、いろんなね今ちょっとバーッと走るように説明していきましたけど、また事細かにねそういう説明もしていけたらなと思ってます。はい、盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。